こんにちは、ゴロです。今回はタンパク質の合成についてイラストを使って説明したいと思います。生理学の基礎の部分ですね。ここを押さえておくことで神経系や内分泌系、免疫系などを学ぶ時の理解が深まります。細胞核の中にある DNA の遺伝情報が mRNA に移し取られて、その情報をもとにリボソームでタンパク質が合成される過程を学びます。転写とか翻訳とかいうやつですね。そして最後はタンパク質ってどういう働きがあるの？そこまでをささっと数分で説明しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ここを知るか知らないかで今後解剖生理の学び方が大きく変わります。では参りましょう。ではタンパク質の合成を見ていく前に前回の動画30秒ほどでさらっと復習していきます。細胞核の断面図を見てみると核の中には核小体や染色質があります。染色質は DNA がヒストンタンパク質に巻きついたものです。そしてこの DNA を拡大してみると二重らせん構造となっています。2つの鎖は塩基によって結合していたんですよね。ここまで大丈夫でしょうか？もしよくわからなければ前回の動画を見てください。前回の動画は概要欄にリンクを貼っておきます。で、DNA の塩基はアデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種類からなり、アデニンとチミン、グアニンとシトシンのように決められた塩基同士が結合します。このことを相補性と言いますね。で、DNA と似た構造のものに RNA というものがあります。DNA はデオキシリボ核酸で RNA はリボ核酸。RNA はアデニン、ウラシル、グアニン、シトシンの4種類の塩基があります。DNA との違いはチミンがウラシルに置き換わっていること。そして RNA は一本差となっているんですね。で、今回はここからです。そもそもの話ですが、体に37兆個あるって言われている細胞ってどういう働きをするのでしょうか？すぐに頭に浮かぶのは、細胞は酸素と栄養を使って ATP を取り出す。その結果生じた老廃物を捨てる。不要物を捨てるわけですね。で、そしてもう一つの細胞の重要な働きは、遺伝子の指示に従い体内に必要なタンパク質を合成すること。タンパク質を作ることですね。今回は細胞がどのようにしてタンパク質を作るのか、そしてタンパク質はどのような働きをするのかを見ていきます。では DNA の遺伝子情報がどのように伝えられてタンパク質を合成するのか、ざっくりと全体像を見ていきますね。全体像。核の中の DNA にはタンパク質を作るための設計図が書かれています。もう少し具体的に言うと DNA にはタンパク質を作るためのアミノ酸の配列情報が記録されているんですね。タンパク質ってアミノ酸がつながってできていますよね。で DNA はとても貴重な資料なので核の外に持ち出すことができません。図書館でも重要な資料は貸し出し禁止じゃないですか。そんな感じです。なので持ち出し禁止なのでこの設計図をコピーする必要があるんですね。で設計図をコピーしたものに当たるのがメッセンジャー RNA、mRNA ですね。DNA の遺伝情報が mRNA に移し取られる過程を転写と言います。そして mRNA は核から細胞質内へ出て素面小胞体にくっついているリボソームと結合して、ここでタンパク質が作られるんですね。mRNA からタンパク質が作られる過程を翻訳と言います。これが大まかな全体の流れですね。DNA の遺伝情報が伝えられてタンパク質が合成される。そしてタンパク質が機能を発揮する。これを遺伝子の発現、セントラルドグマと言います。では遺伝子の発現の流れを細かく見ていきます。まずはじめに核の中の DNA の二重らせんの一部がほどけて一本差となります。で RNA ポリメラーゼっていう酵素があるんですけど、その酵素がほどけた部分の塩基配列を写し取った mRNA を合成します。この遺伝子の情報をコピーすることを転写と言いますね。で mRNA はタンパク質の設計図のコピーです。タンパク質の作り方レシピのようなものですね。でこの mRNA が角膜孔を通り細胞質内へ移動する。核内から細胞質内へ移動する。そして素面小胞体に付着しているリボソームに結合します。mRNA がリボソームに結合するんですね。リボソームとは細胞小器官のうちの一つですが、rRNA とタンパク質から構成されています。rRNA はリボソーム RNA とも呼ばれます。転写によって作られた mRNA の塩基配列は3個1組になってコドンという暗号を作っています。例えば GGC であればグリシン、UCG であればセリン、
それぞれ3個1組が暗号となって1つのアミノ酸を指定しているわけですね。そしてコドンによって指定されるアミノ酸を運んでくるのが tRNA、トランスファー RNA とか運搬 RNA とか呼ばれますね。tRNA はコドンと塩基対を作る部位を持っています。これをアンチコドンと言います。tRNA のアンチコドンと mRNA のコドンが結合するところにアミノ酸を運んでくるわけですね。ちなみに1つの tRNA は1種類のアミノ酸しか運べません。1種類のアミノ酸ですね。例えば mRNA の塩基配列がこのようになっていたら、バリン、グリシン、セリン、イソロイシンというアミノ酸を指定しているわけです。これらのコドンの指示に従い対応する tRNA が指定されたアミノ酸を1つずつリボソームに運んできます。tRNA はアミノ酸を渡すとリボソームから離れていきます。そして次々とそれぞれのコドンに対応する tRNA が指定されたアミノ酸を運んできて、アミノ酸が数珠のようにどんどんつながれていきます。アミノ酸とアミノ酸はペプチド結合でつながっています。そしてアミノ酸がたくさんつながってタンパク質となるんですね。ちなみにタンパク質を合成するのに必要なアミノ酸は20種類。なのでアミノ酸を運ぶ tRNA も20種類となります。何のタンパク質が作られるかはどのアミノ酸がどのような順番によってつなげられるかで決まります。その情報は mRNA のコドンによって指定されているわけですね。で、はじめに DNA はタンパク質の設計図とお伝えしました。そして mRNA は DNA のコピーと言いました。なので mRNA に何のタンパク質を作るのかが書かれているわけですね。転写された mRNA の遺伝情報を読み取り、tRNA が指定されたアミノ酸をリボソームへ運ぶ。そしてアミノ酸をつなげて指示通りのタンパク質を作ることを翻訳と言います。つまり mRNA からタンパク質が合成される過程を翻訳というんでしたね。これが遺伝子の発現の全体像となります。最後に体内におけるタンパク質ってどのような働きがあるのかサクッと紹介します。タンパク質が体にとってなぜそれほど大切なのかがわかるかと思います。例えば筋肉の筋原繊維であるアクチンとミオシンはタンパク質ですね。筋肉とタンパク質ってイメージが湧きますよね。で、皮膚や骨、軟骨、あと人体など、それらの材料となるコラーゲンはタンパク質です。コラーゲンもタンパク質。美容に関心がある人はコラーゲンという言葉をよく聞くと思いますが、このコラーゲンがタンパク質ですね。他にも、髪の毛や爪はケラチンっていうタンパク質です。タンパク質が不足すると髪にコシがなくなるとか言いましたよね。さらに一部のホルモンや受容体はタンパク質です。例えば膵臓から分泌されるインスリンはペプチドホルモンといってタンパク質性のホルモンなんですね。そしてホルモンは受容体に結合して作用が発現するわけですが、この受容体はタンパク質でできています。他にも免疫系に関するタンパク質、B 細胞が産生する抗体は免疫グロブリンと言いますが、これもタンパク質。免疫グロブリンは抗原と結合して無毒化する働きがありますね。これもタンパク質ですね。あと、赤血球の中にある酸素と結合するヘモグロビンもタンパク質です。あとは酵素ですね。酵素は触媒の働きを持つタンパク質です。例えば、でんぷんはアミラーゼっていう消化酵素によって分解されて腸から吸収されやすい形にされるんでしたよね。消化酵素。これもタンパク質ですね。というようにタンパク質は皮膚や骨、筋肉だけでなく内分泌系、免疫系、循環器系、消化器系などに携わります。解剖生理学の面白いところってどの分野も全部つながっているところなんですね。今回は遺伝子の発現について勉強しましたが、結果として他の分野の勉強にもつながってますよね。今回学んだことを踏まえて内分泌系や免疫系などを勉強すればまた少し違った視点で捉えられませんか？解剖生理学はどんどん知識がつながっていく面白さがあります。そして解剖生理学で学んだことは他の教科にどんどんつなげていけますからね。で、今後の動画でも知識のつながりができるような学びを紹介していきたいと思います。さて最後に一つ、語呂弁より必須アミノ酸の語呂を紹介します。タンパク質は20種類のアミノ酸から作られると言いましたが、その中で9種類のアミノ酸は体内で合成することができません。なので食べ物から摂取する必要があります。それを必須アミノ酸と言うんですね。試験によく出るところなのでこれを機会に語呂で覚えましょう。必死にあの人に火バスト振り色目。必死にあので必須アミノ酸。火でヒスチジン。バでバリン、スレオニン、トリプトファン、フェニルアラニン、リジン、
イソロイシン、ロイシン、メチオニンですね。これで覚えておいてください。さて最後に問題です。勉強したことはすぐにアウトプットすることで知識が身につきます。DNA の塩基配列を写し取った mRNA が合成されることを〇〇という。リボソームでは〇〇が運んできたアミノ酸をつないでタンパク質を合成する。では考えてみてください。シンキングタイムスタート。終了です。いかがでしょう。答えは転写と、tRNA になります。解けなかった人はもう一度この動画を見てください。まとめ。DNA の、情報を写し取り mRNA を合成する過程を、転写という。2、mRNA のコドンが指定するアミノ酸をつなげてタンパク質を合成する過程を翻訳という。3、そして合成されたタンパク質は体内で様々な働きをする。この1、2、3の流れ、DNA の、遺伝情報が読み取られて機能を発揮することを遺伝子の発現、セントラルドグマというんでしたね。以上となります。今回の動画少し難しかったかもしれません。わからなければまた繰り返しご視聴ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではイラストを使って体の仕組みを面白く分かりやすく伝えています。今回の動画が良かったなと感じたならば高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また感想やご意見、取り上げてほしいお題などがあればコメント欄にお願いします。またただいま LINE 登録特典で解剖生理学の図解作成法の動画をプレゼントしています。イラスト使いを勉強に取り入れたい方はぜひご登録ください。それではまたお会いしましょう。